皆さんこんにちは。この動画では広告掲載基準の最上級表示、ナンバーワン表示についてご説明してまいります。ぜひ広告制作にお役立ていただければと思います。まずはじめにこの動画の流れをご説明します。最初にまず広告掲載基準のどの項目にあたるのかという点、そして最大級絶対的表現とはどういった表現か、サイトクリエイティブに適用される基準を事例を交えてご説明いたします。そして Yahoo ヘルプページの紹介、最後にまとめとなります。この動画のゴールはこちらです。最上級表示、ナンバーワン表示の基準内容について正しく理解していただくことです。ぜひこのゴールを意識しご視聴いただければと思います。それでは早速本編に入ってまいりましょう。Yahoo! Japan 広告掲載基準のどの基準にあたるのかをご説明します。最上級表示、ナンバーワン表示に関する基準は2つあります。1つ目は第3章、表示に関する一般的注意の3、最上級表示ナンバーワン表示です。2つ目は第9章、広告表現規制の7、最上級表示ナンバーワン表示となります。2つの違いは、第3章がサイトに適用される基準、第9章がクリエイティブに適用される基準となります。広告掲載基準のご説明に入る前に、最大級絶対的表現とは一体どういった表現なのか、一例をご紹介します。4つのグループに分けてご説明します。トップを表す言葉として、最大、最小、最高、最もなどが該当します。数値により優位性を示す言葉として、世界一、ナンバーワン、第1位などが該当します。一つしかないことを表す言葉として、唯一、当社だけ、独占などが該当します。初を表す言葉として、初めて、日本初、元祖などが該当します。それではまず、サイトに適用される第3章の最上級表示、ナンバーワン表示についてご説明します。広告掲載基準の本文では、最大、最高、最小、最速、ナンバーワン、世界初などの言葉を広告に表示する場合は、その表示に近接する適切な場所に以下を表示してください。括弧1、その事実が客観的な調査に基づいていることが確認できること。括弧2、最上級である範囲・領域を明確にするなどして、調査結果を正確に引用していることと定めています。これらの基準の内容を1項目ずつ詳しくご説明します。まず、括弧1のその事実が客観的な調査に基づいていることが確認できることについてですが、最上級表示をする場合には、サイト内に客観的事実に基づく具体的な根拠データを記載する必要があります。続いて、括弧2、最上級である範囲・領域を明確にするなどして、調査結果を正確に引用していることについてご説明します。その表示をすることにより、実際のものと一般消費者の認識に誤認が生じないよう、その表示や根拠となるデータの領域や調査範囲を明確にしなければなりません。データの出典、調査機関名及び調査年をその表示と同一ページの近接する適切な場所に表示することが必要です。掲載不可となる例をご説明します。日本初という最上級表現の使用があり、同一ページ内の近接する場所に注釈の記載がありますが、日本初となる技術が
具体的にどういう技術であるかなど、その表示や根拠となるデータの領域や調査範囲などが明確にされていないため、掲載できません。出典、調査機関名の表示が必要です。掲載可となる例をご説明します。シェアナンバーワンという最上級表示の仕様があり、同一ページ内の近接する場所に根拠となるデータの出典、調査期間及び調査年が表示されています。シェアナンバーワンについて、その領域や調査範囲が明確になっているため、掲載可能です。続いて、クリエイティブに適用される第9章の最上級表示、ナンバーワン表示についてご説明します。広告掲載基準の本文では、最大、最高、最小、最速、ナンバーワン、世界初などの最大級、絶対的表現のあるクリエイティブは以下を満たす必要があります。括弧1、クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に第三者によるデータ出典、調査機関名及び調査年が明記されていること。括弧2、調査データが最新の1年以内のデータであることと定めています。これらの基準の内容を1項目ずつ詳しくご説明します。括弧1、クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に第三者によるデータ出典、調査機関名及び調査年が明記されていることについてですが、サイトに適用される基準の説明でもお伝えしたように、実際のものと一般消費者の認識に誤認が生じないよう、その表示や根拠となるデータの領域や調査範囲を明確にしなければなりません。そのため、クリエイティブ上で最大級表示をした場合は、リンク先ページ上ではなく、クリエイティブ内に根拠内容を表示する必要があります。また、根拠内容が表示されていても、画像内の文字が視認できない場合は、掲載できません。続いて、括弧2、調査データが最新の1年以内のデータであることについてですが、直近のデータに基づく表示でない場合に、不当表示になる恐れがあるため、Yahoo では1年以内のデータのみに限定しています。それでは、これらの基準によって掲載不可となる例をご説明します。クリエイティブ上に日本一という最上級表現の使用がありますが、根拠となるデータの出典元、または調査機関名及び調査年が明記されていないため、掲載できません。掲載可となる例をご説明します。県内一という最上級表示の使用があり、根拠となるデータの出典元、または調査機関名及び調査年が明記されています。また、2020年6月時点から1年以内の最新データであるため、掲載可能です。ここまでご説明した内容は、すべて Yahoo 広告ヘルプページに掲載されていますので、ぜひ合わせてご覧ください。最後に本講座のまとめです。Yahoo! ジャパン広告掲載基準では、サイト、クリエイティブ、それぞれに最上級表示、ナンバーワン表示の基準を規定しています。最上級などの表示をすることにより、実際のものと一般消費者の認識に誤認が生じないよう、サイト、クリエイティブ上に第三者によるデータ根拠などを明記することが必要です。以上で本動画は終了となります。今後も広告掲載いただくにあたり、基準に沿った広告の制作、入稿をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。